今日のメイクも天才すぎる。ねえ、見て。おー、いつもイケてるけど今日も最高に輝いてるよ。だよね。僕たちがデビューの頃からヘアメイクを担当してくれているだけある。言わなくても全部わかってくれてる。いつもありがとう。写真撮ろうっと。デビューからお世話になってるし、第二の親くらいの信頼感あるよね。そうそう。親すぎてセカンドライブの時舞台袖でずっと泣いてたよね。メイク直しながら号泣してたの驚いたわ。ファーストの時と比べて成長を感じた。嬉しい。本当に親心だ。いやいや本当に。セカンドライブはおかげさまでいろいろな方からお褒めの言葉をいただけて。すごい嬉しい。クラリスからの言葉もだけど、業界の人から褒められると成長できてるんだなって。もっと頑張ろうって気になるよね。久々の外ロケ、気合十分だぜ。なごむ、今日はラーメン食って食いまくるぞ。確かに今日はラーメン探訪ロケだけど、大食い企画じゃないからちゃんと美味しさを伝えようね。当たり前だろ。聞いたか？今日のスタッフさんは俺たちのライブを見てファンになったからこの番組呼んでくれたんだってよ。かっこいいところ見せなきゃな。ありがたいよね。セカンドライブを見てもらえた上にまさかお仕事まで。めっちゃくちゃかっこよかったって褒めてもらったからな。俺様のかっこよさは世界でも通用する。じゃあ世界レベルのラーメンロケよろしくお願いします。任せとけ。この番組やるな。なんで偉そうな。ケータリングにプロテインバー各種が並んでるからの言葉やろうけど、この見事なまでのプロテインバー、現場にレオン推しが。公私混同やめてください。すごい気が利くスタッフさんがおるんやで。レオンといえばプロテイン、プロテインといえばレオン。プロテインの CM そろそろ来てもええくらいやもん。ケータリングに置いてあっても不思議やないで。いや、無言で食べ始めるのやめてもらえます？さすが一世、今日はバラエティだもんね。何気ないやりとりからツッコミの練習をしているんだね。俺だけ芸人さんの立場な。ひな壇？俺アイドルクランブとして呼ばれてたと思ってたけどツッコミ枠か。そういえばさっきの司会の芸人アナコンダ前山田さん、セカンドライブ良かったって言ってたぞ。あのお笑い界の重鎮アナコンダ前山田さんがまさかライブに来てくださってたなんて。娘がファンで来てたらしいが、本人もファンになったらしい。めっちゃ嬉しいやん。後でファンさしとこうや。芸能界の先輩から言ってもらえると嬉しいね。まあな。今日はがっつり爪痕残さんとな。いっぱいボケなくちゃ。今日もみんなそれぞれのお仕事頑張ってきて偉い。おっほー、何でも褒めてくれるアグリちゃんだ。生きてるだけで偉い。みんな今日も偉い。自己肯定感が上がるのはいいことだね。そうそう。今日も自己肯定感上がりまくりだったよ。現場でめちゃくちゃライブのこと褒められた。アグリたちも？俺たちもスタッフさんからすごく褒められたよ。ああ、宇宙一強靭で最高の仁太郎、最強のライブだったって言われたぜ。そこまでは言ってないよ。でもセカンドライブ見たよって声をかけてくれる方がたくさんいたのは本当。マジ嬉しいよね。もっと頑張ろうって気持ちになれるし、 SNS でも評判いいしね。これからもっともっと頑張っていこう。大型ショッピングモールなんて久しぶりに来た。僕この番組好きだから呼んでもらえて嬉しい。ぴったり10万円使い切るなんて一発じゃねえか。高額商品狙いってこと？オーバーしたら自腹購入だよ。怖い。細かい額ちまちま買う方がわけわかんねえだろ。そうかなあ。スタッフさんだ。おはようございます。今日はよろしくお願いします。ライブ来てくれたんですか？ありがとうございます。嬉しいです。僕たちクランブも頑張って。
イルビスタとファンファーレですか？もちろんです。みんなもとっても頑張ってて、はい、ぜひイルビスタもファンファーレも応援してください。なんだ？僕たちのライブを経由してイルビスタとファンファーレのファンになったんだって。嬉しいよね。僕たちが2組の橋渡しできてるならさ。街行く人にレシピを見ずに料理してもらう番組の進行が俺と一星か。俺やと不満？一緒に料理した仲やんか。いや、俺たち結構料理できちゃう方だからいろいろ口を挟んでしまわないか心配で。そこはぐっと耐え忍んでもらわんと。なんだよね。今日のメニューはルーローハン？レシピ見ずに作るのハードル高いな。これ難航しそう。そういえばさっきな、打ち合わせ終わった後にスタッフさんにライブ良かったって褒められてん。おお、嬉しいね。それからイルビスタとファンファーレは大きいライブないのって言われて。そうなんだ。2組も頑張ってるからね。聞いてもらえるの嬉しいよね。せやな。なんかこんな風に名前上がるくらいの知名度になったんやって勝手にしみじみしてもうて。まあまだまだやけど、それでもなんや、やっぱあの子らには自分たちにとって永遠のライバルやし、まあまだまだなんやけど。まったく、たまには素直に喜びなさい。なあ、このバンジージャンプって世界最大に高いんだよな。うん、高度400メートルだったかな。そこが見えないよね。すごい高い。400？ これ落ちたらやべえんじゃねえか。大丈夫、落ちないよ。落ちた人はそんなにいないって現地スタッフさん言ってたよ。そんなにってなんだ。ジンタロウ、大丈夫だよ。僕もナゴムも飛ぶし、ジンタロウ一人にはさせないよ。それにほら、補助スタッフさんのこの満面の笑顔、絶対に大丈夫という気持ちが伝わるじゃない。そうかてか、なんで俺たちでバンジージャンプなんだよ。こういうのはレオンが適任だろう。レオンって難なく飛びそうだから。そうそう、なんなら紐なしでも飛びそうだし。で、それは死ぬだろ。いや、俺様は最強のジンタロウ様だ。できる。この企画、ライブを見に来てくれたプロデューサーさんがジンタロウのかっこよさに惹かれて作ったらしいよ。いわばジンタロウだけの特別企画ってことだよ。すごいね。まあな、俺様はジンタロウ様だからな。400メートルでも500メートルでも飛んでやる。さすがジンタロウ。400メートルバンジーを飛ぶのは誰だ？俺だ。レッツバンジー。すごいジンタロウ、よく飛べたね。さすがクランブ1の勇敢さ。本当はこの企画イルビスタとファンファーレのバーターだと知ったら、ジンタロウどう思うかな。なんとも思わないと思うよ。地方ロケでのイルビスタとファンファーレの人気を知れて嬉しいんじゃないかな。だね。最近すごく増えたよね。イルビスタやファンファーレについて聞かれること。そうだね。その度にスバルさん2組のこと大好きなんですねって言われるほど語っちゃって、ちょっと恥ずかしいくらいなんだ。まるで双葉みたいで。どうしたの、ナゴム？ジンタロウが上がってきたよ。大丈夫、ジンタロウ？世界が輝いて見える。あ、これはダメだ。ジンタロウ400メートルバンジーしたの？すごい、勇敢、天才。何でも褒めてくれるアグリちゃんだ。ああ、スタッフさんたちから宇宙一強靭で最高のジンタロウだからこそできたって褒められまくったぜ。ジンタロウのおかげで視聴率も良かったって喜んでたよ。どういや。やっぱここのところセカンドライブ見て問い合わせしてくれる番組増えたみたいで嬉しいよね。うん、結構そう言ってくださるプロデューサーさんもいたね。せやな、どんな仕事でも嬉しいよな。新しくファンになってくれた子もいるんだよ。SNS でもたく
さん良かったよって言ってくれる人もいるし、どうしたの？えっとやあ、クランブの諸君。げお前は仁太郎、いくらどんなに嫌なやつでも先輩が訪ねてきたのにゲイは失礼だよ。今日一緒に出演する岩見田さんだよ。さらっとすごいこと言わんかった？先日はセカンドライブへのご招待ありがとう。観覧させてもらったよ。来てくださったんですか？はは、ありがとうございます。お忙しいのに嬉しいです。おお、なんだ本当はいいやつだったんだな。クランブのライブにご招待されたというと女の子のファンが増えるからね。全然いいやつなんかじゃねえ。それにしてもセカンドライブが業界内で話題だったにもかかわらず一般層には辛口批評も多いみたいだね。は？何のことだよ。君 SNS やってないの？ちゃんとチェックした方がいいよ。時代に取り残されちゃうよ。なんだよこれ。実は俺も最近そういうのを見ちゃって、アグリもさっき見ちゃったんだね。まあでも広い SNS だもん。こういう意見の人たちもいるよ。まあこんなものは氷山の一角だけどね。君たちのことを思っているからこそ教えてあげたのだよ。わあ、それはご丁寧にありがとうございます。君たちの方が圧倒的に人気はあるし、世間一般からの認知も比べ物にならないことは確かだが、世の中の認知や応援する人間の気持ちとしては、勝利したアイドルへのその後の興味関心なんていうものは薄れていくということだよ。何が言いたい？はいはい、レオン挑発に乗らない。誰しもがシンデレラストーリーを好む。負けたアイドルがのし上がっていくストーリーの方が一般受けするという話さ。それで言うと今輝きの頂点にいる君たちはオワコン。レオン、いくら嫌味で嫌なやつだとしても椅子を蹴るなんて椅子がかわいそうだよ。蹴ってねえ。勢いよく立ったら勝手に飛んでいっただけだ。まったく。でもまあ勝手に飛んでいったんなら仕方ないか。まったく野蛮だな。とにかく君たちももっと頑張らないと足元を救われるぞということだ。せいぜい頑張るんだな。はいはいはい、切り替え。イルビスタとファンファーレが頑張ってるのは事実なんだから、嫌味なんか真に受けてもしょうがない。だよね。実際最近イルビスタとファンファーレのことを聞かれることが増えたのも事実だし。わかるよ。だから岩見田さんが言った言葉もあながち的外れじゃないよなって。ごめん。それだけイルビスタもファンファーレも本気で頑張っているってことだよ。だよね。でもなんかこう急にここまで露骨だとさ。抜かれるのなんかあっという間だ。俺たちが終わってるが確かに事実かもな。なわけねえだろ。そうだよ。イルビスタとファンファーレが人気だからって僕たちが終わるなんてそんなこと。はい静粛に。広いネットの世界、いろんな人もいるよねってみんな言いたいだけだよ。はい、この話はおしまい。まあ言いたいやつには好きに言わせとけばええやん。気にしたらますます標的にされて、下手したら本当にオワコンやし。負け犬根性が染みついてるな。ちょっとレオン。弱い犬ほどキャンキャン吠える言うけどほんまやな、子犬ちゃん。お前本当にわかんねえのか。重傷だな。おい二人とも。明日の悲しい
ちの生む